明けましておめでとうございます。シースです。いらっしゃいませ。こちらは音楽系チャンネルということでやらせてもらっていますが、何せね、自分はアマチュアでして、何のしがらみもないことをいいことに、自由にバンバン楽しんでいこうと思っております。2026年今年もどうぞよろしくお願いいたします。そして新春最初の動画はペルゴレージです。知ってます？おいおい、いきなりそんなマイナーなものを扱ってどういうつもりじゃーって感じですが、とにかくね、楽曲が新春らしくて素晴らしいのですよ。はい、ペルゴレージね、これ去年も取り上げたいと思ったんですよね。ただね、いまいちいい動画がその時は見つからなくてお蔵入りしたんですが、今回は大丈夫。爽やかでめっちゃ上品な古典演奏を華やかにお届けしますよ。では行ってみましょう。まずペルゴレージって何って話ですが、ご存知ですか？イタリアの作曲家で、バロック後期から前古典派への移行期に活躍したということになっております。いや、そんなことを言われても何一つピンとくるものはないわ。でね、比較するとわかると思いますよ。ガルラッティ、ヘンデル、ビバルディ、バッハ、テレマ、この人たちとね、被るんですよ。なんだったってね、ペルゴレージさんは26歳で死んじゃうので、死んで溶接した天才なので、みんなより後に生まれて、みんなより先に死んじゃうわけですね。でね、例えば、バッハだと、バッハより25歳年下ですね、ペルゴレージは。親子みたいな距離感ですよ。でね、バッハは実はペルゴレージの作品をとても気に入っていて、自分でもアレンジしちゃってますね。あまり知られてないと思うけど、僕も今回ちょっと調べて初めて知ったんですけど、スタバト・マーテルのバッハ版、モテット BWV1083 番。あるんですよ。めっちゃ良かった。概要欄に動画リンクつけておくので、よかったら、これもぜひ。で、そんな世代のペルゴレージですが、喜劇オペラのね、作曲で大人気だったそうです。しかし、若くして病に倒れまして、その病床で、もうギリギリ書き上げたのが有名なスタバト・マーテル。大体ね、ペルゴレージというとね、普通はこの曲ですよね。でね、この曲、ペルゴレージってスタバト・マーテル以外の曲知ってる人って、クラシックファンでもあまりいないんじゃないですか？いないですよね。ほんと少ないと思う。でね、このスタバト・マーテルっていうのは、キリストのね、受難を母親マリアの視点で描いた作品ですね。定番の演目っすよ。で、いろんな作曲家が作ってます。聖なるキリストではなく、キリストを愛する愛情をね、惜しみなくぶちまけるといった、とってもね、人間的な作品と言っていいんじゃないでしょうか。新世界で有名なドボルザークもね、渾身のスタバト・マーテル作ってますね。いいですよ。しかし、キリストの受難に浸りたいときはいいんですけど、新春はちょっと違うかな。でね、これなんですよ、これ。このレコード。だいぶ古くなってますけどね、華やかな感じでしょ？これ、ほんとね、全然予備知識もなく、安いからっていう理由だけで偶然昔買ったものだったんですけどね。これがいいんだ。で、ここに入っているのはペルゴレージの作曲の室内楽曲ですね。フルートソナタ、フルート協奏曲、あとコンチェルトアルモニコという合奏曲がいくつか入ってます。これね、僕大好きなんですけどね。他の演奏家の演奏どうだろうって探してもね、ないんですよ。レコードも。ネットの動画も極めて珍しくてですね。ペルゴレージで検索すると、スターバト・マーテルばっかり。なんでこんなすごいいいものがあるのに、
世の中にないねん。なんでやねんってずっと思っていたんです。はい。で、実はね、理由があったんですね。わかります？なんでこんないいものが全然無視されてるのか。実はですね、これ偽物だったんですよこの辺がね、ちょっとややこしい話になるんですが、まあね、ペルゴレージは、若くして注目を浴びるも26歳で亡くなってしまう。で、この時代的にね、貴族のバロック音楽から、情あふれるウィーン古典派へっていう、その中間的な人だったようなんですが、これね、もうそれだけでいいでしょ。僕もね、個人的にそこツボなんですよ。だから、基本はクラシカルなバロックでありながら、でも、お堅いだけじゃなくてね、とっても情のこもった甘い旋律とかね、そういうものも兼ね備えていて。理想的でしょ多分ね、みんなもそこに群がったんだと思いますよ。で、ウィキの説明はこうですね。生前の成功は限られたものであったが、没後人気が上昇し、その結果として戯作が大量に出回ることになった。多数の作品が誤って彼の作曲とされ、その混乱は1939年から40年の作品全集、ペルゴレージ作品全集にまで及んでいる。で、ニーグローブ世界音楽大辞典第2版によると、全集に載る148曲のうち、新章のペルゴレージ作品と確認されるのは30曲のみである。148曲中30曲しか本人の作品じゃないってさ、ねえ。このペルゴレージ全集として出版されているけれど、本人の作品ではないと分かってしまったものの中に、今回私がお勧めしたい室内楽曲が含まれているんですね。どうしますかねえ。いや、偽物だから品質が悪いっていうことなら無視すればいいけどさ、偽物のくせしてさ、立派に素晴らしいってどうしたらいいのいやね、真面目な人はおっしゃるでしょうよ。時代交渉としてね、偽物と分かったんだから、ペルゴレージの名の下で演奏するべきじゃない。ね、頼み元も正しくあれという意見もあるでしょう。でも、いや、そんなのは音楽なんだよ。関係ない。もっと、きっと作曲のスケッチぐらいはペルゴレージ自身が残してたはずだし、それをね、別の人がこう、完成させただけな。だから、これはもうね、ペルゴレージで、OK! いい音楽だから、すべて OK! そういう人もいらっしゃるんです。まあ実質としてはね、いい音楽だったらいいじゃないっていうね、まあ後者の立場でございます。ねえ、だってね、聞けばわかるもん。すごく、はつらつとしてね、多様なリズムと和声の散りばめられててね、美しくてね、清らかなんですよ。で、今回はその室内楽曲の中からフルート協奏曲第1番都庁長を動画紹介します。アルモニコもね、いいんですけどね、とりあえずとっかかりとしてね。で、映像はイタリアのビレリア・デジデリさん。彼女はイタリアを拠点にするフルート奏者で、トラベルソの使い手として評価が高い方のようです。トラベルソ。知ってますトラベルソ。なんかね、この尺八をね、横にして吹いてるみたいなね、見えるんですね。そういうフルートですよ。で管の振動もね、なんか尺八っぽいかもしんない。面白いもんでね。特徴としてね、機械的なキーが、一番遠いところに一つついてるだけなんですよね。現代の金属ルートようなキリッとした音は出ないけど、ほとんどの指の腹で、指の皮膚で押さえるんで、
表情豊かな音色がとっても奥深くございます。ちなみに動画で見たらね、これ本当に尺八みたい竹かなと思ったけど、調べてみると実際はね、柘植で作られることが多いらしいですね。盆栽のやつです。あまり硬い木を使わずに、硬い木ってあるんですよね。クラリネットで使うような黒いやつとかね、そういうんじゃなくて、やや柔らかめな木を使って、その表現力で勝負って感じみたいですね。でね、このペルゴレージの同じフルート協奏曲を、じゃあ現代の金属フルートで演奏するとどうなるかって調べたらね、これもね、また面白いものがございました。フルート奏者ジャンピエール・ランパルさんって知ってる人もうね、耳たこっていうランパルさんのフルート改めて聞くとすごかったですよね、やっぱりね。この方ね、生まれが1922年だから大正11年ということでね、もう正直昔の人って感じになってしまいましたが、僕がね、子供の頃そっと聞いていたジェットストリーム、ジョー達也のジェットストリームではね、フルートのランパルといえばギターのジョン・ウィリアムスと並んでよく特集されていた記憶がありますな。クラシックの人だけどイージーリスニングとかもね、いろいろやってた方です。そうでね、ランパルさん、このニャンと日本の正月といえば、ほら春の海って曲があるじゃないですか。タタ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 タこれをやっちゃって、なんとね、日本の旋律というね、1969年のアルバムではフルートとハープの2人でね、全楽曲がっつり日本中国地方の子守歌とかね、滝レンタルとかね、桜とかね、こういうのフランスの方がやっちゃってたんですね。でねもしかしたらむしろ日本の正月でさ、こうスーパーとかデパートとかで春の海が定着したのは、むしろね、ランパルさんの演奏からではそうなのと思ってしまうけど、どうなんか知ってる心当たりがある方がいたら、ぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。まあ日本の世間がどうあれ、This is としてはね、春の海よりイタリア風のペルコレージ室内楽ということで、このね、イタリアンな心持ちで新年を始めていきたいと思いますよ。というわけで、ペルゴレージフルート協奏曲第1番都庁長、フルートはフィデリア・デジテリさん、演奏はフリオジ・アフェッティバロックオーケストラ、2020年オラトリオ・デル・ゴンファローネというローマの礼拝堂でのライブ録音です。最後におすすめ動画に出ましたらぜひ、出なかったら概要欄のリンクでぜひ。ではどうぞ。